お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、連合軍の戦車を長距離から撃破できる自走砲として開発がなされた、重駆逐戦車ヤークトティガーについて解説をする。ごつい、そして強そうだ。使われてるのが重戦車ティガー2の車体だからね。攻撃力も防御力も想像を超えるものがあり、それらの点について解説をしていくよ。なお、今しがた言及したティガー2だけでなく、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。また、最近はソ連の戦車にも手を出しました。皆さんご存知の T34 中戦車です。個人的にはスターリン率いるソ連国家防衛委員会という組織が興味深かった。というわけで、ヤークトティガー重駆逐戦車の解説をしていくよ。ヤークトティガー重駆逐戦車は、ドイツ国防軍が続々と開発した駆逐戦車シリーズの中でも、最終版に分類される駆逐戦車だ。突撃砲やら駆逐戦車やらをドイツ国防軍は好んだ傾向にあると思うが、なぜ戦車生産に特化せずに、突撃砲や駆逐戦車を生産したの？それは諸説があるが、試験としては2つあると思っている。1つは、ヒトラー総統の意向だ。特に独ソ戦以降、戦場における突撃砲などの活躍に目を留め、また、その独特のフォルムに魅せられたヒトラー総統は、国防軍最高司令官兼陸軍総司令官としての絶大な権力のもと、戦車の生産ラインを突撃砲用のラインに切り替えるよう特例するなどして、ドイツ国防軍における突撃砲や駆逐戦車の充実につながったのではないか。なるほど。もう一つは、戦車の車体をベースにして、各車両すべてがそうではないが、ざっくり言ってしまうと戦闘室を乗っけるだけの生産で済んでしまう突撃砲や駆逐戦車は、戦時の軍需生産における量産性という、物量戦を展開できないドイツ国防軍にとってはかけがえのない強みもあったのではないか。あとシンプルに名前がかっこいいよね。突撃砲や駆逐戦車って。確かに、惹かれるものがある。突撃砲や駆逐戦車の生産がドイツ国防軍で盛んになされた理由につき、他にも理由をご存知の方やご意見等あれば、ぜひコメント欄でコメントください。さて、ヤークトティガー重駆逐戦車は、ご多分に漏れず戦車の車体を有用して生産がなされたんだが、それに使用されたティガー2と、ヤークトティガー重駆逐戦車とは、ほぼ同時期に開発が進められている。この時期には駆逐戦車に対するドイツ国防軍の信頼度がよほど上がっていたのかな。そうかもしれないね。なお、車体が有用されたティガー2について簡単に触れておくが、ティガー2はドイツ国防軍の戦車のナンバリングでいうと6号戦車2型の重戦車だ。どんな特徴があったの？ドイツ国防軍の他の戦車と比較して重装甲、重火力の、特に西部戦線で連合軍相手に猛威を振るった、文字通りの重戦車だった。投入された時期がドイツの敗勢がほぼ確定している時期だったので、戦局を覆すには至らなかったものの、連合軍において対抗できる戦車がないと言わしめたほどの実力を示した。とにかくごついな。丁寧を走行すると沈みそうだ。ヤークトティガー重駆逐戦車の開発は、前線部隊からの要望がきっかけだった。どんな要望が届いたの？曰く、3000メートル離れた敵戦車でも射撃可能な自走砲を配備してほしい、というリクエストだ。この要望で開発がスタートしたため、当初の車両の名称は 12.8 センチ砲付き重突撃砲だったらしい。12.8 センチ砲ってそんなに強大な威力なの？12.8 センチ砲については、ナチスドイツが2両だけ製造した、ある意味幻の戦車である超重戦車マウスに搭載予定の手法という観点から見ると、その威力がわかると思う。ヤークトティガー重駆逐戦車の手法である 12.8 センチ砲は、ドイツ国防軍の開発した対戦車砲だ。東部戦線でのソビエト連邦軍相手の戦訓を踏まえ、野戦で使用される新たな火砲がクルップ車、そしてチェコのシコダ車の技術協力で開発がなされた。その野砲型が 12.8 センチ K44、対戦車砲型が 12.8 センチ PAK44 だ。その装甲貫徹能力は絶大であり、
その砲弾重量だけでも相手方の戦闘車両に甚大な被害を与える代物だった。ヤークとティガーにはそのまま搭載できたの。いや、重駆逐戦車に搭載するということで、砲火の改造などが施されている。画像を一見すると、マズルブレーキがついてないけど、なんでなの？これはね、アップ主にはわからなかった。マズルブレーキを省略したことで、砲撃時の砲身の中隊による交差長が長くなったらしいが、中隊やら交差長やらとは何？大砲を撃つ時にさ、撃った瞬間に大砲の砲身が一気に後ろに下がるイメージない？ああ、なんか見た記憶がある。あれはね、砲撃時の反動を、砲身を交差させることで軽減しているんだ。この装置は中待機と呼ばれている。なぜ軽減する必要が？反動を軽減しないと、せっかく照準を合わせた下方の所在地点が変動してしまい、もう一回照準をやり直したり、下方が砲撃時に交代するであろう場所を確保するのが無駄だから、といった理由が挙げられる。さて、前線からの要望で開発が始まったヤークとティガー重駆逐戦車だが、ドイツ国防軍の決定した仕様としては、量産性という点も考慮し、ティガー2の車体を使用して、戦車の砲塔は外し、ここに防御力の高い戦闘室を搭載するという、比較的簡易な工程で製造が可能となるよう配慮されていた。戦時下だしな。ただし、先ほども少し言及した通り、ヤークとティガー重駆逐戦車の手法は交差長、つまり砲撃時に砲身が押し出される幅が長いため、それに応じて戦闘室を拡大するなどの追加工事は避けられなかった。ちなみにだが、ヤークとティガー重駆逐戦車にはティガー2の車体が使用されたものの、走行装置については別々の会社が関わるというややこしい経緯をたどっている。どことどこなの？一つは、ポルシェ博士率いるポルシェ社だ。このポルシェ社製の走行装置と、もう一社はヘンシェル社の走行装置であり、2種類の走行装置が、ヤークとティガー重駆逐戦車の1号車と2号車にそれぞれ搭載された。ポルシェ型は活躍できたの？案の定と言うべきか、ポルシェ社製は先進的だったものの、搭乗員の搭乗環境等の観点からは実用性に乏しいと判断されてしまい、少数の生産にとどまったそうな。ポルシェ博士には同情する局面が多いな。それまでの戦訓を踏まえ、ドイツ国防軍は、ヤークとティガー重駆逐戦車の防御力、特に装甲には気を配った。すなわち、前面の装甲は最大で250ミリという厚い装甲に覆われ、圧延装甲板が使用された重厚な防御力を誇った。その分重くなっちゃったので、機動性に欠ける側面はあったらしいけどね。ヤークとティガー重駆逐戦車は、西部戦線で連合軍を相手方として、特に防御戦闘においてその防御力と火力を発揮した。しかしながら、搭乗員の連度の低さや、ドイツの工業生産力の低下による少数車両の配備など、万全の状態で運用されなかった不運や、機動力に欠けるなどの問題もあり、ドイツの敗勢を覆すには至らなかった。さて、以上の通り、ヤークとティガーなどの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、作戦の神様とまで称されるほど作戦立案能力が評価される一方、幕僚統帥の権下として指談もされている、紀予方編の軍人、辻正信について、日ソ両軍が激突したノモンハン事件の視点から解説をした動画です。一回の陸軍士官にして作戦参謀である辻正信が、関東軍という巨大部隊を引きずり回し、スターリン元帥率いるソビエト連邦軍に戦闘を挑んで、激戦を展開する過程から、辻正信という参謀が、どのような軍人だったのか検討しております。大本営参謀時代も皇帝と指定の評価が混在する、ある意味得意な陸軍軍人だな。関東軍参謀時代や大本営参謀時代には、辻正信参謀による、強引な作戦指導に対し批判的な意見が存在する一方で、辻正信の近くで過ごしたことのある人物などからは、その人柄の良さが指摘されるなど、どっちなんだ、という不思議な側面のある軍人だ。
ここまで見てくれた人、ありがとう。飛行情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。